正直なことを言うと 12BB はおすすめしないです。すでに分解されていますので、分解方法は過去の動画をご参考にしてください。まずはラインローラーからです。変化を見ておきたいので、新品時の回転をチェックします。新品なので当然よく回ります。このままでも全然いい気はしました。前回の分解動画ではラインローラーが非分解とお伝えしてますが、分解可能でした。失礼いたしました。新品時のままなのでラインローラーは分解せずにこのまま進めます。ここにも部品があるので紛失に注意です。ベアリング追加だけならラインローラーを外す必要はありません。この黒いブッシュをベアリングに変更します。使ったベアリングはミネベアの DDL740ZZ です。初めに入っていたブッシュとは外径と厚みが若干異なります。外径は抵抗なく入ってしまえば問題になりませんが、厚みは問題です。もともと黒いブッシュは段付きになっていましたので、これに合わせます。寸法差は 0.1mm でした。ベアリングのインナーレースに合う 0.1mm のシムを重ねることで同一寸法になりました。シムを入れてベアリングを入れます。ここのビスの締め付けトルクは 30Nm/cm を基準として個体に合わせて微調整します。私は普通に手で締めてます。追加前との差はちょっと良くなったかもしれない程度でした。私の個体の場合はもう少しシムを薄くするか、一番外側にシムを入れても良かったかもしれません。使用中に気になったら再調整します。調整の苦労を考えると結果的にはベアリング追加しなくていい気はします。しかし私には必要か必要じゃないかは関係ありません。ただいろいろなことをしたいだけです。次が最難関の部分です。ウォームシャフトの上側です。この部分になります。日産ストラディックもこの方法でベアリング追加できますが、やってることが異常なので頭がおかしい動画と思ってみてください。基本的には樹脂のブッシュと同一寸法のベアリングへ交換するのですが、こんな形状のベアリングは見つけれませんでした。最も近いのが DDL520ZZW52 です。近いといっても全然形状は違います。そのまま入れて終わることを考えましたが、ウォームシャフトが 0.5mm 上に上がってしまいます。アウターレースに合う 0.5mm のシムだけ入れればその問題は解決されますが、ウォームシャフトの指示されない部分が気になります。せめて厚みが 3mm のベアリングがあればやってみたかったんですけどね。交換前と比べておきたいので単体で確認してみると、当然ベアリングは滑らかに回ります。樹脂のブッシュを入れて手で回すと抵抗感を感じます。ベアリングの厚みの分だけブッシュを削ることにしますが、私はブッシュとベアリングの間にシムを入れました。シムはベアリングのアウターに当たるサイズです。インナーレースに合わせたいところですが、取り付けに苦労することが想定されるのでアウター側にしています。交換するベアリングとシムの厚みを足すと 2.67mm です。標準のブッシュが 4.7mm なのでブッシュが 2.03mm になるまで削ります。ブッシュは110円で失敗しても大きな損失にならないのでこの方法をとってます。すでに保険のためにブッシュの発注はしました。これが結構大変です。電動工具なので一気に削りたかったのですが、単面の平行度が必要なためガラスの板とか平面度が出ているものの上で行う必要がありました。それでも油断して削ってると斜めに削れてしまいます。削り代が多いので粗めのペーパーから始めました。
たまに寸法を確認しながら慎重に進めて、狙った寸法に近づいてきたら徐々に細かいペーパーに変えてます。シムとベアリングを足して 4.7mm を目指しますが、まだまだですね。しかしこうやって動画編集中に改めて見ると、何してるんでしょうね。考え方によってはリールを壊してます。この作業を20分ぐらいやってました。リールの組み立てより時間がかかってます。バイクのエンジンでは何度もやってきましたが、リールでやるとは思ってませんでした。動画にしておいて言うのもなんですが、この部分のベアリング追加はリスクが高いです。長期的にどうかわからないので、ここは変態向けです。ウォームシャフトがいかれたら直すぐらいの気持ちは必要かもしれません。はい、シムを含めて全長は同じになりました。加工したブッシュは削りカスが付着しているので丁寧に洗浄しておきます。単体で組んで確認してみると、ベアリングの滑らかさと同一です。順番に組んでいきます。とりあえずは回っています。ウォームシャフト下側のベアリング追加です。使用するベアリングは DDL630ZZ です。もともとのブッシュとの厚みの差は 0.06mm でした。標準では 0.14mm のシムと 0.12mm のシムが入ってました。ベアリングの厚みの差を考えると 0.12mm のシムを抜いてもよかったですが、このままいきます。新品なのにピニオンギアに若干の錆のようなものが見られますが、これは何でしょうか。手で触ったぐらいでは取れません。本体側はこれで完了です。ウォームシャフトは幸い大きな抵抗はなく回ってますので問題はなさそうです。長期的にはどうなんでしょう。ウォームシャフトが折れないといいですけどね。ボディを組み立てていきます。相変わらず芯出しが面倒です。良し悪しは主観でしかないので適当に終わらせればいいのですが、私がちょっとしたことを気にするタイプなので時間がかかってしまってます。なのでバックラッシュの具合も気にしながら実は何回も分解しています。前回バラバラになってしまったローラークラッチは修理済みです。やっぱ組み立てる時も怖いですね。
ローターナット部です。前回の動画のコメントでこのブッシュに関して丁寧にご教示くださった方がいました。ありがとうございました。ベアリングに変えるだけでは効果は薄いかもしれませんが、変更してみます。使用するベアリングは DDL840ZZ です。厚みが結構違いますが入ります。ワッシャーも溝に収まります。この時点ではいい感じな気がします。一気に改造してますので、一番効果的だった改造がどれだか伝えられないのが残念です。最後はこのブッシュです。使ったベアリングは DDL1170ZZ です。ここは寸法差がほとんどありません。いいですね。思ったよりはいい変化をしました。あとは長期的に使って問題が出ないかです。改めて 12BB のストラディックと比べてみますが、軽さが近づきました。インフィニティクロスが入っているからか、リニアな感じは残ったままです。ツインパートも比べてみました。これは完全に別格です。値段が違うので当然ですけどね。巻き心地だけがリールの能力ではないですが、価格に応じて良くなります。とは言っても、私のバンフォードは当たりかもしれません。ベアリング追加とか関係なくクリアランスが絶妙でした。一部強引すぎる改造部分がありますが、私の場合は改造することを目的としているので、結果がどうであれ満足です。なんなら魚を釣る道具ということも忘れてます。ここまでは私のためでしたが、リールのために早く魚を釣ってあげる必要がありますね。ご視聴ありがとうございました。